やりましょう。雨漏渋谷のね区役所の庁舎が雨漏りしているというまだ新築のこの庁舎問題ですね。はい、今日の質問をしていただきました。はい、堀木伝次です。よろしくお願いします。お願いします。ですね、実は去年からですね、渋谷区ではですね、庁舎雨漏りしてるんですね。できたばっかりだ。まだ新築で1年そうですよ。なのに1年だね。雨漏りしてる。雨漏りしてる。なんかすごい数あっちこっち雨漏りしてるという。そうですね。当初ね、区議会の幹事長会出てきた時は、区長室がある9階と、あとこの議場がある13階、それから我々委員会室が14階、3箇所ですって言ってます。ところがですね、情報公開かけたんですけど、秋に。そしたらですね、なんとですね、屋上、それからそれ以外で8階、5箇所ぐらいあると、全部でその、5フロアあると、その中で17、8箇所ぐらいあるかなっていう。17、8箇所雨漏りしている。最初はね、その最初のなんか報告は、そういう情報公開出てきたんですよ。ですぐね、私としては専門家に、非破壊検査の専門家の先生に送ったんですね、これデータ。ひどいねと。ひどいねって言ってこう見たんですけど、欠陥だらけじゃないかと、施工が。だってあれですよね、ここの庁舎ができたのは令和元年のことなんですけども、できていきなり早々に雨漏りするんでって言って建物に足場組んでなんか外壁を一生懸命直してたんですね。その後もなんか雨漏りしてるということでしょ。なんか応急措置したんだけどまだ持ってると。なんと今回質問でですね、言ったんですけど、その後に報告書って出てきたんですよ。これ報告書だと9月の30日。これは事実だから全然言っても問題ないと思うんですよ、社名ね。特許不動産から出てきたこれね。ちょっと近めのカメラの特許不動産が出てきたんですけど、こうやってね、これ9月のこのメンテナンス鉄骨のですね、貫通部の処置工事っていうのが出てきて、渋谷区の庁舎って外にバルコニー出てるじゃないですか、南側に。どうもね、あそこから雨漏りしてるんですよ。そうでしょう、なんかね、外に地高が飛び出てるんですよね、ガタタ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 って言ってね。でところがですね、このやつを聞いてるとね、全然総務部と違うんですよ。まずね、簡単にこの工事したところだけでも、なんと、全部結果で言うと219箇所。219箇所。こういうね、一回一回どこ工事しましたって出てるんですけど、補修した箇所が219箇所。でここにチェックしたその全部の鉄骨のですね、チェックポイント書いてあるわけですよ。で応急処置したとか、漏水してますねとか、で漏水とか20丸になってるんですけど、でこれ全部数えるとね、219箇所、これ4階から始まって、これずーっといくと4階、5階、これがですね6階、7階、8階、9階、これはもともとあった8階、9階ね。これ区長室がある9階、それから10階、11階、11階して11階、11階、で12階、ね、これを直してると。で13階、で14階と。全部じゃないですか。全部のフロアで雨漏りしてるっていうことですか。で15階の屋上。これはだって普通考えられないですよね。だって家を新築してね、雨漏りしてきたって言ったら大問題ですよね。欠陥住宅だし、欠陥住宅 G メンが出てきて、こらーって言って設計士の人を捕まえて逮捕するぐらいのところだと思うんですけど、この渋谷区役所は1階から15階まで全部雨漏りしてて、これ誰が建てたんでしたっけ、この渋谷区。東急建設ですね。三井不動産が施工主になって、でこれ隣に建ってるマンションと定期借地権でこの庁舎はタダで建ててもらえるっていう。
ただで建ててもらえるけども、まあ逆に言うとね、結局安物がいるって感じですね。正確に言うとただで建ててもらうんじゃなくて、借地権を売却したことによって、その売却したお金で建てたということ、で本当であればその借地権売却してそのお金でもらって、そのもらったお金をもとにもっと安い業者を探せばよかったのに、もう業者決め打ちで、ね、三井不動産に随意契約で出しちゃったっていうことで、二重の意味でこれねずるいんですね。そうですね。だから一見ただのように見えるけど、ただほど高いものなり裏があるんですよっていう話、もうね子供でも分かっているようなことをこの長谷部さんたちは分かってないんだな。でね、このね4階から、ちょっと生々しい、もっとこれ解説、何ですかこれ。これだけじゃないんですよ。まだあるんですか。まだあるんですよ。皆さんね、一緒に庁舎と一緒に実は公会堂のそのね借地権で作ってもらっちゃってるじゃないですか。ラインキューブ、渋谷公会堂。ところがですね、もう地下2階クラック入って雨漏りしてるよと。だって公会堂って去年これができたばっかりですよね。これから落としやってて、これが12月に報告ができてて、でねこの資料はね金子さんによると、1階と地下1階と地下2階両方雨漏りしてると。だってこれ漏水箇所だらけじゃないですか。ちこちゃんも漏りしてて、こんなねもう漏水しちゃって。これね公会堂の地下ですね。地下が雨漏りしてるってどういうこと。それここに書いてあるんですけど、まあ地下に外部より侵入した雨水が、まあこれ受けてる管からですね、オーバーフローして地下1階に浸水、で地下1階の床に水がたまり、床のクラックを通じて地下2階。大体なんで2階にクラックがあるんですかねこれね。ありえない。地下1階のクラック、でも下に染みちゃった。地下に染みた。ってことは当然コンクリートや躯体まで染み込んでますよね。そうですね。あら、この間できたばっかりなのにね。だってまず庁舎と公会堂って別の建物ですよね。まずは庁舎の方はこの今ねフリッキーに出していただいてこの図面の通り、1階から15階まで全部雨漏りしてて、この雨漏りしてるっていうのは躯体に水が染み込んで、鉄筋から鉄骨コンクリートに至るまで水が入り込んでサビサビになっちゃってるってことでしょ。こっちは公会堂はコンクリートにクラックができていて、コンクリートにクラックできてるってそういう欠陥建築ですよね。だから雨漏りしてる写真あるんですよ。ここに雨漏り染みちゃってる写真がある。染みちゃってる写真。これ誰が作った書類なんですか。これも東急不動産ですね。あら、東急不動産出してきた。これ議会の報告なくないですか。ないんですよ2つとも。情報公開を我々の会派でして、渋々今年の予算委員会終わったから出してきた。いやだから渋々出したんだ。渋々です。いやだってこれクラックで地下2階まで雨漏りしてるってどんだけボロ屋なんですかっていう感じじゃないですか。でこれ一応ね、建物は一応別棟に見えるんですけど、地下で駐車場なんかも全部つながってるんですよね。そうだつながってる。だから実は一体の建物なんですよ。我々は庁舎委員会で図面の中も来たんですけど、地下はほぼつながってるんですね。わかる。建物は別棟に見えるんですけど、ってことはね、これ地下1階地下2階と、上は3階から屋上までダメと、12階以外はこの建物ダメなんです。というかもう染み込んじゃってる段階で普通に考えたらダメなんですよ。ダメですね。ご存知かもしれませんけど、一戸建てなんかでもそうですけどね、外壁から絶対水が入んないようにってね、屋根から壁につくっても絶対水が入ったら建物ダメになっちゃうんで、水が入んないってことを一生懸命そこだけは力入れてやるんですね。にもかかわらずこれはまず新庁舎1箇所が雨漏りじゃなくて219箇所でしたっけ。そうですね。雨漏りしてて、違う建物のこっちはコンクリートに穴が開いてるっていうのは、これは由々しき大問題。そうね。だからこれクラックが入ってる写真出してるのかな。これ皆さん見て、これクラックが地下、線から渋港ですよ。渋港の地下にクラック入ってると。あらこれびっくりしましたですね。で今回このね工事219箇所の方は応急処置と
普通の処置をしたっていうのがあるんですね。まあ、雨漏りしちゃってる時は、はい、もうちゃんと直したけど、まあ、一部図面の面で、まあ、かなりの箇所がね応急処置なんです。でもね、その応急処置っていうのはまた塞ぐんじゃなくて、染み込んじゃったところはもうそこから鉄骨が錆びてきますんで、本当は鉄骨一回取り出してね、磨いて元に戻してやんないと、錆はどんどん進行しますからね。だからまあこれね、まあその鉄骨が出てるんですけど、この建物から、バルコニーとか、この中側と外側の専門家に見ていただくと、外側だけシーリングしたんじゃダメなんですよね。中シーリングと外シーリングちゃんとしてなきゃいけないんだけど、これ全部解析書っていうのがあるんですけどね、これ解析書を見てもらうと、工事全部ね報告読んでもらうと、中と外のね、これ以外に別にあるんですけど、それを見ると、まあそのね両方やってないっていう。でシーリングももちろんこれ以上雨漏りしないためにシーリングするのはいいけど、染み込んじゃったとこを直さなくていいのっていう話の方が深刻な気がするんですけどね。だから今回ですね、まあそれも一応形は直したけどもっていうのもあったんですが、そもそも論、なんで庁舎建て替えたかっていうと、311の時に我々がちょうど議員になったんですけど、その時に古い庁舎のひびが入ってたんですよ。2011年1階から5階まで全部ひびが入ってた。で前区長が、まあ翌年にこれは耐震するか建て直すかと、防災力上げましょうってことで話し合ってくださいって言うから、我々はまあ建て替えに行ったわけですけど、で建て替えが決まって、で防災のためにだから建て替えたわけです。ところが、今回これ見てみると、建物自体のそのもう寿命ね、金子議員が言って寿命を縮めなきゃいけないような重大なことになってるんですよ。縮まっちゃいましたね。これね1世紀使えるって当時区長言ってたんですよ。今後1世紀使える庁舎を建てるんだと。ところが今後1世紀がこれ染みちゃってるんで、地下も染みちゃってるんでね、どのぐらい使えるのか分かんない。中はサビサビですが、いやほらその雨漏りの問題とは別にね、職員さん区役所の職員に聞くと、なんか使いづらいってみんな口揃えて言うんですね。なんかね、縦に細長いんですよ。床面積が狭い割に縦に細長くてね、なんかエレベーターも少ないし、居住空間が狭いっていうかね、なんかとっても使いづらい庁舎で、こんなとこで私たちこの先もずっと働くの嫌だねっていうような話してる職員が多いんですけども、結局三井不動産になりにこれね、建てさせて、結果的にこういう形になって、でまあ金子議員がおっしゃりたいね、隣の定期借地をするときに、他の業者を選ぶ方法っていくらでもあったんですけど、競争でね、高く買ってくれるところにずればよかったのに、全然ね、そういうことはちゃんとやらずですね、もう前区長はこれ三井不動産決める。でもね、この間ほら僕はその経緯知らないんですけど、この間ね、総務委員会でね、公明党の議員がね言ってたんですけど、これ私たちがこう提案して、こういうふうにね三井不動産にやって区民にお金かかんない0円で建物建てられたんだと話してたんです。で一方、おい共産党のお前ら反対しただろうと、何偉そうなこと言ってんだっていうふうにね、委員会でね公明党の議員が言ってたんです。だから多分その時私聞いて思ったのは、なるほど、共産党はこのように反対してたんだなと、で公明党はこれ推進してたんだなっていうことで、その会話から僕は推測したんですけど、これ公明党絡んでんじゃないですか、この問題。すごい勢いでね、公明党と共産党が戦ってたんですよ、僕の目の前で、委員会で。僕どっちもね、あれだから、どっちにも加勢するつもりなかったんですけど、と思ってね、面白い。公明党さんの議員さんね、それ言うんですよ。要は200億ぐらいの建物、これ両方ってね、庁舎と公会堂で200億ぐらいなんですけど、その分区費使わなくて済んだろうと。でところがですね、まあ区費200億使わないで済んだって言い方ありますけど、結果的にね、これちゃんと本当に直したらいくらかかるか分かんないわけです。いや多分ね無理だと思いますよ。だってほら鉄骨プラモデルだったら一回解体して
ね、骨もう一回ばらしてって組み立て直しできるけど、もうここ実際立っちゃってるし、これで仕事してるし、一回解体してって、横浜の三井不動産のマンションでね、耐震偽装なんかこの傾いちゃったのやりましたけども、立て直すしか方法ないんじゃないですか、これ。本当はね、もう個人の家だったらこれやり直しでしょうね。そういう保険あるんですよ。民間のね、普通の一戸建ての建築会社でそういう建物貸し保険っていうんですけどね、そういうインチキ建築とかあった時に10年間保証しますよってその保険があるんですけど、ここどうします？そういう責任密に取らせた方がいいんじゃないですか。本当はそうですね。でね、これ金子議員今回の質問の中でやったんですけど、そもそもこれ議会説明してないんですよ。してない。でも初めて聞いたもん、この問題。これね、LINE キューブで雨漏り。LINE キューブ。雨漏り。まあ LINE キューブさんもね、こんな状態なのに LINE キューブっつってんのもどうなのかと私も思うけど。LINE キューブさんにね、なんか関係、LINE キューブさんも悪くないんですよ。悪いのは長谷部区長。隠蔽している。LINE キューブさんもなんか嫌になって降りちゃったら困るんで、ごめんなさい。LINE は悪くないです。もちろんそうですよ。ね。悪くないですけど。キューブって何キューブって会社もあるんですか？LINE キューブってのはどういう意味なんですかね。あそこキュービック型のこういう形だからなんですかね。そうか。LINE とキューブの会社が入ってるんじゃなくて、LINE キュービック。そうなんだ。多分キュービック型にこう模様があるからだと思うんですけど。そうなんだ。でもそういう意味では LINE さんからすれば、なんだよ名前まで定期借地でね、プロポーザルでネーミングライツ使ってんのに、ちゃんと言ってんのかなと思いますよ。LINE キューブ渋谷で雨漏りなんて言ったらね、なんか LINE が悪いみたいに聞こえちゃうじゃないですか。だからね、本当は渋谷区のこれ責任ですよね。ただね、やっぱりね、このことについて区議会に説明しないってのはおかしいですし、区長に対してはそれで議会でちゃんと委員会か全員協議会で説明しろと。区民財産なんだから。その後にちゃんと区議会を通した後に、区民の方に全部ね、この経緯を説明しなさいって言ったんですけど、まあ区長やりませんと。区長ね、はっきりその考えはありませんってね、きっぱり言ってて、あれこの人三井の味方なんだって僕は聞いて思ったんです。だってほら建物がそんな損傷してるって言ったら、ね、区長はこの建物を管理するトップなわけだから、ね、どうしてくれんだって三井に普通文句言いますよね。家庭で言ったらお父さんですよ、ね、区長っていうのは家が建てて新築した家が雨漏りしてねボロボロになってて、しかも1箇所2箇所で全部雨漏りしてるって言ったらお父さんカンカンになって世襲のね建築会社にどうなってんだってお父さんが普通言いにくい役割でしょ。そうです、にもかかわらずお父さんがまあいいんじゃねえって関係ねえからみたいな感じでパーンって顔をしてるっていうのは、いかに長谷部区長が当事者能力がないか、当事者能力や当事者意識がないかっていうことだし、あそこまできっぱりとね全くこれ問題にする意識もないっていうことは、よっぽど三井となんかあるんじゃないかな。まあそう考えてもしょうがないと思うんですけどね。まあほとんどの議員さんは私も議場で見てましたけど、219箇所っつってもね、皆さんなんかみたいなこうなんかね、そう聞いてねえよって顔してましたけど、本来的にはねちゃんとこれ議会報告して区民の方々にこんな状態ですと。でこんなのものをつかまされてしまったんだから、ちゃんと三井に対して弁償させますっていうのが本来ね。本来はね、だってこの書類も情報公開でわざわざ取りに行ってお金払っても出てきた書類なんだけど、お金払うまでもなく少なくとも議会や、ね、区民皆さんに今こうなっちゃってますよってもう起きたことしょうがないから、正直に長谷部さんあなたは言いなさい、こうなっちゃって申し訳ないと。過ぎちゃったことしょうがないからこの後どうするかじゃないですか。まず説明しなきゃ長谷部さん。そうですね。だからやっぱりこの LINE さんなんかにもご迷惑かけちゃってるので、私はそういう意味では例えばそういう質疑の中で、多分議員さんの中でもじゃあ LINE さんに説明してんのかとかね、そういう場合例えば LINE さんから年間何億もいただいてるんですよ。そういうのもじゃあどうするんだと、減額するのかとかいろいろあると思うんですよ。そうですよ。まあそういう意味では非常にこれね一世紀使えるものが多分どんどん躯体として傷んでるんで、まあ建てたばっかり傷んでるってなんだって話ですけど、こうやって議員が見つけても区長側が全く受けないと、責任はないと、説明する義務はないっていうふうに
跳ねのけてしまってる状態なのでなんであんなに硬くなるんですかね。だって自分のものがこんな被害を受けてるのに、まあ人事なんですよ。基本的に前からそうですけど、この庁舎についてはアンタッチャブアンタッチャブルルアンタッチャブルってことは、なんかのシカゴのあれみたいな、なんかどす黒いのがマフィアみたいのがいて、なんかあるのか分かんないですけど、まあ、与党議員の中でも特に与党議員の方々でもアンタッチャブル。でも確かに共産党と公明党の戦い見てたら、何か相当あるなっていうのは、なんとなくね私も感じましたよ。鈍感な私が感じるぐらいだから、相当裏でドロドロしてるんでしょうね。だから我々それぞれの議員さんに何があったのかとかね、どういう関係があるかとか、区長とどういう関係があるかっていうことはまああれですけど、まあ、例えば200億って言っても、去年だけでもうちの区は70億もね、今年は今日鈴木議員が言ってたけども、お金がね、余って積み立てしたぐらいじゃないですか。そう予算の段階で余ってるんですよね。決算でもっと余っちゃうっていう、で結局そういう段階なぐらいお金があるのに、その200億浮いたからって言って結果的に子供つかまされてるんだったら、待ってください、浮いてないんですよ。これ何度も私まあまあ借地権のね勘違いしてる人多いんですけど、浮いたんじゃなくて騙されてるんですよ、ね、借地権を売買するのと建物を新築するの全然別のものなのに、ごっちゃにちゃんぽんにしちゃった上でタダだからいいでしょっていう、こういう話じゃなくて、これもうね、なんか、ね、悪徳商法の一つですね、私から言わせれば。結局ほら公明党さんからすれば、さっき言ってたその200億が浮いたんだっていうのは彼らのねキャッチフレーズなんですよ。まあよくそういうふうになんかね、騙しのテクニックですよね。土地をだって半分奪っといて、奪っとおきながら、おいお前らタダでよかったねみたいなね、この盗人たけだかしいってこのことですよ、私から言わせれば。だからそういうロジックで彼らは語っちゃってるんで、そういうやり方が違うだろうってちゃんと言ってた、共産党さんにはねそうやって言うわけですよ。でも共産党さんがね、不思議とあんまり反応しないんですよ。言われっぱなしで、なんか唇噛んでるんです、だから何かやっぱあるのかなと思ってね。僕だったら「おいふざけんなもんやろ」って反撃するんですけど、全然共産党さんが反撃する様子がなく、公明党さんから言われっぱなしで、なんかね悲しそうな顔してるんですよね。まあ我々捜査機関じゃないんでね、そこ踏み入れないんですけど、られないんですけど、おっと、ただ本来的には、こういう状態で何にもそういうね機関が動かないっていうのもちょっと不思議なぐらいです。何かあるね。でもね、ちょっとまあここから先は想像の範囲出ませんけど、三井不動産だってわざわざ雨漏りする建物を作ったわけじゃないでしょ、なんでこんなもんにしちゃったんですかね。建築家の先生が言うとね、設計ミスだって言ってましたね。でもミスっていうか施工ミスだけじゃなくて、ミスだと思うんですけど、でもあんな三井不動産ってね、東証一部上場の大きな会社で、建築士とかね、すごい人いっぱいいるんですよ。だって誰かがおかしいと思うでしょ、あんな建物を見て、鉄骨が外に飛び出てるってビョン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 って言ってね。もう一つあるのはね、建築家の先生が言ってたのが、やっぱね、東急建設のテクニックの問題もあるって言ってましたね。テクなんだ。建てるだからそのプランニングしたね、三井不動産はそれなりの会社かもしれないけど、一流の。だけど任せた会社が違うだろうと。任せた会社だから一流の金持ちが雇ってきたところが、本当に一流のじゃあ職人雇ってきたかって、そこは別だろっていうことを言いたい。施工が悪かったんですかね。まあそっちの床に暗くできてた雨漏りしちゃったっていうのは確かに施工ミスですけど、こっちの鉄骨から雨漏りしてるのは設計ミスですね。なんかでもその辺僕ら素人なんで、ね、あまりいい加減なことは言えませんけども、きちっと調べて、これね、区民の財産ですから、区長さんはきちんと調べた結果を区民の皆さんに報告してください。お願いします。皆さんにまたご報告します。はい、ありがとうございました。失礼します。